FM Osaka 85.1. 母ちゃん、あんた踊らなさい。FM Osaka Osaka. Take it easy. 7月26日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ FM 大阪のスタジオからダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねです。はい、皆さんこんばんは。ですね、この前の火曜日、はい、に、私がですね、初めてのトーク番組に出ました。踊るさんま御殿。はい。日本テレビか。はい、さんまさんの番組に出てきました。どうでしたか皆さん。この収録の1週間前ぐらいからもうずっとそわそわしてて、本当に大丈夫かなみたいな感じで、そわそわしてたんですけれども、本番になるとね、意外とやっぱさんまさんを目の前にすると、なんかちょっとリラックスできた。これはだから本当にさんまさんを普段私がよく見てるから、テレビでいっぱい見てるからなのかもしれません。こう、私はほら、リラックスタイムの時にさ、バラエティ番組をよく見るので、ビールを飲みながら、さんまさんの番組をよく見てるから、何かね、さんまさんの顔見たらちょっと、緊張感が逆にリラックスできたんですが、そう、そのトークテーマっていうのがさ、一人って最高じゃん？お一人様、満喫女子。いや、とんでもない回にね、出ましたよ。それで言うとすごいんですよ、豪華メンバーで。ほんとすごかったです。鈴木沙和さんがいたり、渡辺直美さん、ヒコロヒーさん、あのちゃん、海藤愛子さん、お天気の、紅生姜さん、そして、柏木由紀さん、福留みずほさん、元 AKB の方です。重森さん、そして玉さん、伊達さゆりさんって声優の方、もうすごい、本当に、そうそうたるメンツの中に私が紛れていました。いや、一人で、なんかこの満喫してる女子についてこう語るっていうかそういう話だったんだけど、私、まあ一人ですよ、ずっと。正直ね。一人っ子やし、もともとっていうか一人っ子やし、ね、今お一人様ですから。ね、一人なんですが、でも普段に大人数で過ごすことが多いので、それにあと一人で何もできない人なんですよね、自分は。意外と、なんていうか、旅行なんかも絶対行けないですし、一人でそれこそカラオケ行くとか他のメンバーの方言ってましたけど、絶対無理ですね。一人でカラオケなんか一回見たことないし、絶対無理。で、あんま一人でご飯もあんま行かないですね。一人で、一人で、行動がちょっとあんまできないので、だからこのトークめちゃくちゃどうしようって、悩みまくりましたけど、最終的に行き着いたのが、私ケチっていうね。ケチすぎて、一人でも値切るっていう話になりました。唯一一人でするのは、買い物に行くのは一人でするね。必ず行くことが多いんですよ。服買うのも、せっかちでもあるので、あんまり人とはタイミングが合わないというか、めっちゃ早くさって見るので、すごい速さで買い物するんですよ。1時間とかすごい大量の服買ったりとかするぐらいなんで。いや、ほぼ走ってるんですけど。で、まあそういう感じなんだから一人でも買い物行くことが多いんですけど、まあ一人で、電気屋さんでね、行ったっていう話をしたけど、どんな風に放送されてたんやろう。ちょっとまだ皆さんぜひ、TVer で配信あると思うので、いや、そんなん言っていいんかな。ちょっとあんま見といてけど、薄めで見てください。はい。でもすごい楽しかった。ほんまに楽しかったです。もうテレビ見てるようで。もうすごい楽しかったし、もう、仕事いっぱい頑張ってたら、こうやって大好きなさんまさんに会えるんだというふうに思ってね、すごくよかった。そう。そしてね、あともう一個嬉しかったのが、渡辺直美さんが出演されてて、で、渡辺直美さんはですね、私の高校の友達同級生が、渡辺直美さんのマネージャーずっとしてるんですよ。ほんまに昔からもうあれに行く。もうだから、
8年ぐらいやってんじゃんかな。めっちゃ長いこと。8年はわかんないですけど、でも5年以上やってはります。はい。で、会えるかなと思ってたら、本当に会えまして、嬉しいっていう。そう、なかなかやっぱずっと、直美さんと一緒に行動されているので、海外とかもよく行かれてるみたいなんですけどね、会えたという。それがね、めっちゃすごくね、知ってる人がね、いるだけですごくね、心強かったんですよね。はい。というお話でした。久しぶりの、はい、方にも会えたということでした。ということで、FM 大阪金クラブ今日の1曲目。そう、先週はね、アバンギャルディ初の香港での単独ライブだったんですけれども、私はですね、27時間テレビの方に出てましたから、本当に、忙しいね。ちょっとテレビの人みたいになってるやん、こんなん言ったら。ねえ、そう、27時間テレビの方に出演しておりましてですね、その日だけがだから東京に行って、で、またすぐ香港に戻ったんだけれども、私だけちょっと一人で飛行機に乗って日本に帰ってまた飛行機に乗って香港行ってってやってたんですけど、はい、メンバーは香港で頑張っていました。ということで、ちょっと今日はですね、香港の最近の曲ではないんですけど、はい、知った、もうめちゃくちゃ最高の曲をかけたいと思います。これはね、ライブでもやりましたよ。はい。じゃあ、アゲアゲソングでございます。サミーチェンさんの曲なんですけれども、ちょっとね、なんて書いてるのかがちょっとわからずですね、ちょっと読み方がわからないんですが、サミーチェンさんの曲でございます。じゃあ、どうぞOsaka. あかねクラブ。大阪アカネクラブ、見つけしのあかねです。それでは、アバンギャルディの、おかかどということで、今週はこのお二人が来ています。自己紹介、お願いします。パニアバンギャルディと、ソナアバンギャルディです。お願いします。お願いいたします。ということで、久しぶりでもはい、私1回しか来たことない。こいつ。本当だよね。マジで現れない、この人。ね。ちょっと今日は、正直、この収録日の日にリハーサルがあったんですけど、さっきまでね。だから、それの都合で来ましたよね。だから。違います。違う、そんな。いやいや、そうだ。くださいよやっぱり、他のメンバーはまだ練習してるんですけど、今日はちょっと早抜けして来られたということなので、ちょっとその都合で来たぐらいで、ちょっと最近ね、おかっぱトークのこと見捨ててませんか？いや、そんなことないですよ。ほんまに、来たかったです、すごく。ほんまに。去年やろ？セーラと撮った時に。だからそのセーラーも何回も来てますからそう、ですよね。いつのことかこっちはわかりませんけど、多分去年ですよ、この人。本当に。やばじゃないよ。はい。ということで、お久しぶりのパニでございます。はい。いやー、もうちょっと、忙しい。ねえ、ほんまに。我々はだから、今日26ですから、今日、また、香港から帰ってきてるのかしらって感じだよね。はい。うん。ちょうど先週、7月21日、日曜日にですね、香港で初の、アバンギャルディワンマンライブ、シャルウィーダンスというのが、はい、ありました。はい。ね、それから、まあいろいろ、他にも撮影みたいなね、お仕事をいろいろやって、今日また帰ってきて、でまた明日から仕事ということです。しっかり。やばいね、本当に。ね。なんか、すごいありがたいことに本当に毎日のように仕事、リハーサル、みたいな感じよな。はい。だから終わらんな。終わんないですね。なんでや。私もさ、ない。もうなんか何曲も作ってもまた新しいのが来るから、どうするのってぐらい。うん。ちょっと、もうなんか何作ってるか分からへんくなってくるもん。はい、私らも、ないっけ、今日練習。何やっけ。いつも何をやってるんか。そうやねんな。ほんまにそれはそうなんですけれども、まあちょっとね。まだ、だから8月にも、
イベントもあるし、しかもさ、もうあと何日か後には、出てると思うんだけどね、当たり前にこれ。言っていいんかなちょっと今この時点ではわからんけど、目覚ましテレビさんの、お台場冒険王のね、イベントに、イベントっていうかライブ出演させていただくということです。で、それも、全然ちょっと、ね、ちょっと時間がなくて、もうだからまたやらないといけないところだし、他にも、ね、ちょっとわんさか溜まってます。だからもう、全然終わってないということです。これはだから。頑張らないと。はい。8月もイベントもありますし、フェス的なものもありますから、頑張らないとということです。はい。頑張りましょう。頑張ります。ね。はい。ちょっと一回この7月を乗り越えたらちょっとだけ。そうですよね。わからんけど。私はちょっとわかんないな。あかねさんは、忙しそうやな。やばいんだ。本当にね、東京、大阪、東京、大阪、東京、大阪。こんな。わかんなくなるときないですか？どっちにおるか。それはわかる。それはわかる。それはわかる。ちょっとわかるな。でもまあちょっと、忙しくしてる。もうちょっとまとめてね、東京、大阪になればいいんだな。ならないということでございます。はい。ということで、明日もういろいろ言いたいことはあるので、じゃあその前に曲いっちゃいましょうか。曲、じゃあ園さんから。はい。私は、松田聖子さんの、青い三部書。なんでなんですか？これ、ニュージーンズの、ハニちゃんが、そう、ライブで歌って、めっちゃ今、やばいですよね。流行ってる。流行ってる。知ってたのは知ってたよね。知ってました。テレビでも歌ってたんですニュージーンズのハニちゃんが歌ってたから流行ってるということで。はい。夏ソングではあるから。じゃあ、行きましょう。はい。松田聖子さんで、青い三部書です。どうぞ。FM 大阪、あかねクラブ。振付師のあかねです。今日のおかっぱトークは、パニ・アバンギャルディと、そのアバンギャルディが来ています。イェーイ。ステージの近いな、おい。近いとんか、ほんまに。はい。ということで、ちょうどね、香港の、ライブが終わりましてですね。はい、まあ一段落したのかしらって感じなんですけれども、海外でね、まあ、台北と香港と、この2ヶ月間でやりましたけれども、はい、まあ内容がね、やっぱ日本でやってるライブと少し違うというところで、なんかどうですかっていうところなんですけど、まあ、まずお二人は、とある、ことをしてますよね。言っていいんですか？あ、いいっすよ、全然。何してるんですか、海外では。海外では、はい。セーラームーンの、はい。なりきり、しております。はい。はい。セーラームーンがですね、やっぱ海外では、日本のもう超有名なアニメということで、みんな知ってくれてまして。で、セーラームーンのムーンライト伝説もみんな超好き。だからかかった瞬間にボーみたいな感じで湧くぐらい、みんな好きな楽曲で、そう。だからどうしてもやっぱ海外でライブするんだったら、セーラームーンのナンバーを作りたいっていうことで、セーラームーンの格好をして、ちょっとブリブリ踊ってるっていうことですね。はい。ブリブリ。海外でセーラームーンやってみての反響っていうかさ、まあすごいよな。めっちゃまず衣装が、もう本物、じゃないですか、もう。めっちゃすごい。再現。っていうか、改善再現、ほんまに。だからめっちゃ照明ついた瞬間、うわーそうそうそう。だから衣装も、セーラームーンのこの衣装を、まあちょっと作っていただいたっていうか、で、そこからカツラも、はい、ウィッグもセーラームーン同様の、はい、髪型で、やってるわけですよ。でも、とりあえずライトついた瞬間からギャーやわな。ギャーです。大脇。でも前歩いてきてたよ、ギャーやな。なんかするためにギャー。ギャー。セーラームーンさんありがとうって感じよな。でも、やっぱりセーラームーンって、まあ、なんていうのかな、可愛いし、はい。
今も入れ合わせない可愛さだったりするんで、まあお二人はだからなんで選ばれてるのかな。聞きたいです、逆に。聞きたい。うん。まあでもなんか、あれやな、何の役やってるかって言ったら、私がオレンジのヴィーナス。ヴィーナス。はい。セーラームーンは、うさぎちゃんは、まあセーラやからセーラームーンでセーラ。選んでみみなこちゃんあ、みなこちゃんや、オレンジの子。そう、ちょっと金髪の、はい。みなこちゃんがオレンジ色のみなこちゃんは、なんかアイドルを目指してるみたいなんで、まあ、別にパニでもいいかと。でもいいか。そう。で、ソノは、緑の子か。緑です。名前ないとき私、あの子大好きやねん。まことちゃん。まことちゃんやん。あの子で、どういう子やったっけ？活発な子やったっけ？強い。強い。力ある。力。そうや。めっちゃ力強い子や。もう、とりあえず何でも素手でいける子ちゃん。そうなんですか。多分。素手でいけるんや。めっちゃ好きやったな、あの子。えそう、だから、ぴったりだっていうことですよね。だからそういうことない。だってもう、ソノって、なんか、どのぐらいのものやったら持ち上げれると思う？自分で。持ち上げれる？ダンベルとかダンベルとかはいけそう。100とかいけんじゃん。いけそうじゃない？やってみてほしい。うん。やりましょう。重量上げコーナファンクラブ動画とかでやる。ー。やってみて。なんかそう、それぐらいまだ力持ちだし、怪力だよね。怪力ですね。で、一応、空手やられてるんですよね、ソノさんは。空手を。どういう、あれなんですか？黒帯ですか？もちろん。黒帯です。ほんまにすごい。黒帯で、どういう感じなんですか？なんか階級とかあるんですか？黒帯も、でもあるんですよ。こう段が。段がで、私はでも一本しか入ってないですけど。一本初段というのは初段へえ。なんですけど。はい。それは試験とかでそういうの。そうです、そうです。段を取り張るんだ。こうなんか型みたいな試験を全部覚えてやるのと、組手で10人組手ってやって、10人と連続で戦うんですよ。それどうなるわけ？耐えれたらじゃないけど、ちゃんと戦えたら、合格して帯もらえるみたいな。それ一発合格？わあ。そう。待ってください。その10人というのはどういう方なん？例えば女性なんですか？違います。私は、自分が習ってる道場の中でやったんですけど、男の人がほとんど。投げ倒すの全部。柔道じゃないから、そうか、投げ倒さへん。もうなんか、殴り合い。殴り合い？顔から下はパンチ OK で、顔はキックは OK。どうなるわけ？もうとりあえず、こう殴り合って、蹴り合って。で、どうやったら倒れるん？どうやとかでもないです。ツイン狂ったらこっちの。耐えたら普段の試合は、こう審判の判定、どっちが決めてるかと。でも10人のやつはどうなるわけ？ 10 人のやつも、判定とかはないけど、勝ち負けはないけど、とりあえず10人と戦い切るっていう。立ってたらいいってこと？最後に。多分。だから年上の人とか、大人の人とかもやるんですよ。ありえる？強すぎるんだけど。誠ちゃんより強いやろ。強いかも。だけど、すごいな。なんかどうにかなあ、一回ぐらい戦ってほしいな。はい。ということで、セーラームーンとかもやりましたよね。っていう感じでございます。メッセージも来ていますのでご紹介させていただきます。はい。宝塚市のジェフニーさん。ジェフニーさん。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。海外でのライブや CM など活躍の幅がどんどん増えていて、SNS チェックが私の毎日の楽しみです。あかねさんとアバンギャルディのメンバーに質問です。はい。あかねさんは以前作曲をしたいというようなことを言っておられたように思います。今回、セタフィルっていう、洗顔とかのね、台湾の、セタフィルのブランドさんの CM が、アバンギャルディのオリジナル曲となっていましたが、あかねさんが曲を作られたのでしょうか？まだこのラップは
メンバーが歌ってたりしますか？すごくいい声なので、歌が上手いメンバーがいるのか知りません。あはい。ちょっと、何のこっちゃ分からへん人はですね、ぜひアバンギャルディのインスタグラム、見てほしいんですけれども、セタフィルさんの、公式の方で共同投稿してるリールが上がってます。でそのリールの曲がですね、アバンギャルディのオリジナル曲となっていまして、これはセカンドワンマンライブの方でも、オープニングでちょっとやってた曲なんですけど、これはアバンギャルディのオリジナルソングにはなるんですが、これはですね、もうほんまにプロの方に作っていただきました。はい。これ、ゴリピーさんという、もうめっちゃいろいろやってる人。なんやろ。もう、それこそキンプリとか、すげえ。もうほんまにめっちゃいろんなアイドルも、アムロちゃんとかも作ってる人やね。すごい人に、実はアバンギャルディをお願いしてもらってました。最近ではさ、ギリギリ、トンギリギリダンですよね。ギリギリダンス、ギリギリダンス。菅田将暉さんの弟さんの、こっちのケントさんっていう方が歌われてる曲。あれも、ゴリピーさんが全部、多分作詞作曲ちゃうかなあれも。そんな人に、今回アバンギャルディのオープニングは全部作っていただいてまして、もちろん私はこういう風にして、ああいう風にしては言ってますけど、このラップのパートも作詞作曲していただきました。はい。で、そんなすごい方が作っていただいてるんですが、はい、このラップはメンバーが歌っております。はい。誰が歌ってんだい？私、園です。そうなんですよ。はい。園さんが。やりました、ラップ。上手。いや、なんか、なんやろうな、ちょこちょこなんていうんやろう、例えばビッグバンの、ファンタスティックベイビーをちょっと歌ってみたりとかした流れから、そのラップもできるやんとか、あとなんか、ちょこちょこCM 系とかリール系とかで、ちょっと歌わないといけなかったりするやつで、そのが歌ったりするので、ラップ上手やんってなって、今回もちょっとやってもらうことになったんですけど、はい。しかもね、この FM 大阪でね、撮らせてもらって。そうなんだ。そうやね。そうやね。収録の合間にすいません、ちょっとって撮らせてくださいってな、撮ったよな。そうなんです。どうでしたこの曲。めっちゃ好きなんですよ、私あれ。いいですよね。そう。いいが。あかん。お母ちゃん、うち言うだってね。じゃあ、どうぞ。じゃあ、リリック出す、リリック。歌詞忘れ気味なんでね、リリック出してみたいと思います。でね、どうぞ。おかん、それギルティ、アバンギャルディ。マジでやる気だし、隅々まで見せつけるマジックスパイス。あいつやばいっす。ナイスまでのいいスシースよりも回数ゴイゴイス。だから絶対数獲得するしてはいけないスルーする。こんかわからんけど、全然できてる。はい。うまい、すごいな、生歌。やった。やってたラップ。やってないですけど、うん。好きなんですよ。ああ、なるほどね。だからラップバトルとかよく見て。はい。あ、フリースタイルもできるんだ。フリースタイルけど、できるんだ。見るのは。でも、私はちなみに、やったことありますかフリースタイル。ラップはい、以前、梅田サイファーさん来てくださいまして、はい。R 指定さんと、うわやり合いましたけど、そうやらなかった。割強そう。全然できてませんけど。でも褒められたって言ってもいや、褒められたけど、それはもうお世辞じゃん、そんな。いけんちゃうフリースタイル。よっしゃ。フリースタイルダンジョン出ようか。決まっていくな。お前、あんたばかりで決まっていくかも。練習しな、あんた。いけそう、でも。やっぱ、ラッパーいける。でもだからこのジェフニさんも、ほら、うまいって、すごいいい声とか言ってるよ。ありがとうございます。ありがたいな。はい。いい声やから、ぜひ、じゃあ。じゃあ、フリースタイル。
でもいいけど、まあ、でもいつかそのアバンギャルド音源的なのを作って、バズらしたいと思ってるんですよ。それでもオリジナル音源でちょっとやってみたいな。だからでその時はまたゴリピーさんに全部音符に託して、ちょっと、ごめんけど、流行る音作ってとか言って、言ったらほんまにバズらせれるんだよ、あの人。すごいんですよ。そう、LA 在住の。そうよ。調べてみてください、どんな人か。はい。じゃあ、続きまして、あと、もう一個いい？もう終わり？ダメだって。あっという間やったな。なんか意外と終わっちゃった。じゃあ、告知がありますから、告知をじゃあよろしくお願いします。アバンギャルディセカンドライブ宣戦布告。テレビ放送決定です。テレビ放送か。テレビ放送です。テレビ放送決定です。アバンギャルディのセカンドライブより5月24日金曜日に LINE キューブ渋谷で開催した東京公演を CS の TBS チャンネル1にて8月24日土曜日夜9時から放送します。イェーイ。ちょっとね、これはまあ前回のね、ワンマンライブの時も、放送していただいたんですけれども、今回もということなんですけれども、日本おるかなおるか。おったら、絶対に、これは、同時生配信またしたいなと思っていますから。したい。おそらくね、それもあるかな。YouTube で、この放送を見ながらメンバーと私が、この裏トークをするっていうね、それも楽しくやりたいと思っております。今。はい。なんで、やります、多分。多分とか言っちゃった。はい。次。こちら。じゃあ、はい。香川県で初のパフォーマンスをします。講座で、難しい。8月31日土曜日、夜7時半からパフォーマンスします。これはだから、外やと思います。これ、なんて読むまたこれ。講材、石区、港湾緑地かな難しいな。全部漢字やで、おい。まあ、なんか一番唯一読むのが、マリンランド西側ということです。マリンランド西側で。はい、あります。はい。花火もあるみたいなんで、ぜひ、ぜひということでございます。他にも、あると思います。何かしら、おそらく私たちが、まあ、この時点では発表されているかわからないものもあるかもしれませんので、アバンギャルディの X をぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、あっという間のお時間でございました。ちょっとなんか、疲れてるような感じでしたけど。俺だって、疲れてる。噛んでたし。いつもです。まあでもね、本当にこの夏もね、頑張っていきましょう。はい。ということで、また、ちょっと、パニさんなんか全然来ないので、ちょっとまた来てくださいね。多分もう本当に来年だと思います、来るの。はい。次来年。多分、3月ぐらいかもしれませんね、その時は。そうですね。はい。なんで、まあちょっと、たまには来てください、ということでした。いきます。ということで、今週のアバンギャルディのおかっぱトークは、ファンにアバンギャルディと、そのアバンギャルディでした。ありがとうございました。では、お別れに一曲、パニさん、じゃあ曲紹介お願いします。はい。海外での、はい。ワンマンライブでも披露しました。はい。ダリさんで、ムーンライト伝説。何ダリさんっていう人が歌ってるんや。それはちょっと知らんかったな。ダリさん。ダリさんなんや。ちょっとびっくりした。じゃあ、盛り上がるね。はい。どうぞ。ごめんね。